から俺がすごい熱を上げて言いたい曲が一曲あるんだけど、はい、聖書を塗りつぶしたみたいな暗黒っていう元気ない時に聞くと、はい、マジで熱くなるよねこれ。涙なくして聞けねえっつうか、マジですげえ曲だよな。花風呂今日も始まるよ。サニーズファイヤー楽しいんです。マリボ食べてきたじゃないですか、本当に美味しいですよね。本当にうまい。あれはねもう日本の宝です、値段からして。原さんも結構ツイートしてますよね X で。最近はい、マリボの臨時休業日を俺がなぜかつぶやくっていう仕事をやってること。あれどういう気持ちでやってるんですか？本当に純粋にもうマリボファンとしてっていうことですか？やっぱマリボ行く人がさ、もしも今日マリボやってんのかなっつって言って、例えば俺が言ったから来てくれる人も例えばいるわけじゃん。そうなると都内から来てる人もいたりして潰し効かねえ距離じゃん。最近その X 関連でいうとひじりくそ平井配信という生配信始めて、その告知も原さんの X でしてくれてるじゃないですか。いやそのひじりくそ平井配信をこの毎週今やってるんですけど、それでここに今って毎週原さんと会って、で最近この YouTube の編集もしてっていうルーティンがだんだん楽しくなってきました。最初は結構きつかった。結構きつかった。そんなこと初耳だけどね前までは原さんに悩みを相談するみたいな、いや悩みがなくなっちゃってきてるし、悩みを話すしかお前は話す内容ないこのコンテンツで何やっていいかがよく分かんなくなってきて。そうですよね。地べたに絞るみたいに悩み出さないでいいんだよいいじゃねえかよ悩みなくたって。いや一応幸せなんです。だから本当に唯一今どうやってお金を稼ごうかっていうところだけなんですけど、ただ思ったんですよ、撮影する前に、お金がなくとも豊かに生きれるんじゃないかと。豊かに生きてんじゃねえかお前。確かにそうなんです。今のルーティンはすごく楽しくて、みんなで遊びながらこうやって撮影して、配信もして楽しいじゃないですか、文化祭みたいで。そらほら拓也とか協力してくれるわけじゃん。みんなしかも優しいから、ノブくんも拓也さんものぞむくんも神くんも、みんなこの前向きに協力してくれて。そうね、俺もなんだけどね忘れたらった原さんの優しさが当たり前すぎて、じゃあ話戻りますけど、でカツカツじゃないですか、で引っ越しを決めたんですよ。今まで家賃6万円のところに住んでたんです、次の更新から家賃が7万円に上がりますと。そうなんそうなんです。近所で家賃2万5千円のアパートを見つけて、2万5千円ってもういいことじゃん。だから悩みから解放されつつあるじゃん。確かにまた悩みを解消しちゃいました俺。だからそうこうやって悩みを解消しちゃうんですよね。最高のことでそれに困ってるんですよそんなの誰の足しになるんだお前この番組見てる例えば見てる人は何も楽しくないじゃないですか。悩んでるやつを見て、そうなんですよ。よりクズを見ることによって。そうですってことか。だけどさ、もうクズっつったら俺よ。その社会で生きていく術が極端に欠落してんだよね俺。何にもいらないっつうか、チンチンは隠したいけどそんなに物欲もないんだよね。本当にそうです。なんか食べるもんとか美味しいの食べたいなとかは思うけど、黒い T シャツと青いズボンがあれば俺っていう感じ。確かにそうですよ。これはあるから自分のバンドだからね、無料の T シャツが定期的に配布されるから囚人みたいなもんだでお金がなくても楽しむ方法っていっぱいあるじゃないですか、子供の時ってお金ない中で遊べてたじゃないですか。そうだね。そうなんです、それはもしかしたら子供の時って経験値が少ないから、何でも新鮮に思えて楽しめたっていうことの可能性ももちろんあるんですけど、意外と大人になっても遊び方工夫すればいけんじゃねえかなと、音楽を聴いて無限に遊ぶみたいなことってめちゃくちゃできんじゃないかなと。それはやってんじゃない？これ見てる人ももちろんだと思うんですけど、人それぞれ音楽の聴きどころと違うじゃないですか。そうかもね。そうなんですよ、で多分その見てる人も、こういうところが良くてこのバンド好きなんだよねとか聞けたらいいし、4月の22日にちょっと一回イベントやってみようかなっていう話をしてたじゃないですか、でそこのお店もその店主が、
音楽めっちゃ好きな人なんですよ、っていうのもあってそこのお店でイベントやりたいなっていうのもあって、せっかくそのお店でイベントやるんだったら、その音楽で遊ぶとかそういう音楽を題材にして何かトークが盛り上がったりとかその場にいる人が音楽かけたりとかそう音楽もかけられるし、で今日ちょっとやってみたいなと思ったのは原さん視点で聞いてみるみたいな、まあみんなやってると思うけどね。意外とそういう場って俺はあんまり最近ないというか、打ち上げとかであるじゃないですか、バンドの打ち上げなんか俺出ね確かにな原さん速攻帰るもんな、ライブ終わって。それもすげえけどな、客と一緒に出る客出しそうだからなんかそう音を出しながらとか、そうちゃんと説得力がある、持たせてくれてこう解釈を伝えてくれたりするからさ、そういうのは結構楽しいんだよね。でこの間原さんがなんだっけな、ボレロでしょ。結構レイヤーの音楽だとかっていう話をしてて、水戸黄門みたいな曲ね。タッタタタタああそうそうタッタタ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 タってやつね。結局ずっと一貫したものがあって、そこにレイヤー貼っていく音楽なんだ。言ったらまずじゃあ自分の家を映してるよりも前に、じゃあ俺を映してんだよな。俺はタバコをこうやって朝こうやって吸ってて、タタ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 っていうところがテレレレレレってなった瞬間に部屋になる。でもう一個ハーモニーがなっていくと家になって、それが街になって最終的に地球になって銀河になってで音楽、いやだからまあレイヤー式っていうのはそういうことよ。ずっと鳴ってんだけど、視点が離れてくっていうその雰囲気を作ってんだよな。そのカメラでいうところのゴートっていう音楽を聴いてたからか。ゴートね。ゴート、そう。まあ言ったらゴートもそうだけど、弦楽器を打楽器の一部にしてるっていう、旋律で音楽作るんじゃなくて、リズム楽器の一部として楽器を使ってるっていう感じだね。結構メッシュガーに近いっていうか。メッシュガーってなんですか？メッシュガーっていうブラックメタルバンドがいいんだけど、音階がほとんど確かに動かない。だからトリリズムだから全部頂点がずれていくわけ。ああなるほどね。だけど全部4つでやってくれるから乗れるね。絶対乗れないはずなの。メインリフがリズムに対してずれていくんだよね。そうこうやって数えられちゃう。だけどやってることは毎回違う。こうやってやられるとびっくりする。確かにこの基準を自分に持ってないといつでも波から外れちゃうんだ。だからサーフィンしてるみたいな音楽だ。そうやってイニシャルテンポを持ってふと弾ける。来るべきところでちゃんと来るからこんなに難しいのに弾けるっていう。ポリリズムっていう女の子の曲あんじゃん。パフュームのポリリズム。そう、はい、まさにそうですよね。ポリリズムっていうのがポリリズム。4に対してタタ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 だから5でしょ。4に対して5を入れてるから頭がずれて出すわけ。どんどんずれていくってことですね。そう、どんどんずれていく。だからどこかで合い始める。あったら一瞬合うんだけど次からずれる。まああれはポリリズムって言いながら本当にポリリズムしてるから、なるほど、おしゃれだなと思うよね。メシュガーだ。メシューガーらしいけどね。メシューガー。ネイティブで言うとメシューガーらしいけど。メタルのバンドですよね。ブラックメタル。ブラックメタル。科学者だね。実際に面倒くさいんだけどやってみたっていう人でね。音階として聴くっていうよりかは、このリズムで楽しむっていう。ちゃかめっちゃかな拍子やるバンドはかっこいいし、だって置いてきぼりにしちゃうバンドも大好きだったけど、そういうバンドって置いてきぼりにマジでしていこうとするわけだ。何やってんのか分かんないぐらいまで音楽をそうやって複雑化するんだけど、この人たちは一番複雑なことやってんのに乗れちゃうって音楽を開発したっていうことだよね。ポリリズムってそんな気づかないですよ。俺も全く気づかなかったです。まあ気づくんだけどな。音楽やってたら大体気づくんだけど。こういうの超いいよね。いや、そのまーちゃんでそういうふうに手ほどきをしてもらうと、今まで本当に雑音とまでは言わないけどさ、いろんな乗りにくいリズムの荒波に揉まれちゃってよくわかんねえなっていうのが自分にも解釈できる
曲にちゃんと聞こえるようになるのってすごいアハ体験だよね。なるほどね。そんなに好きじゃなかったとしても、こういう風に聞くと面白いよっていうのを結構的確に提示してくれるとさ、なんつうの、乗っかりやすいっていうかさ、気持ちよく受け入れられることがすげえ俺は多かった。そう。だから全然なんつうの、興味なかったフュージョンとかさ、ファンクとか。そうなんです。そう。こういう風に聞くのも楽しさとしてあるんだみたいなのは、結構俺教わった気がする。そうか。まあ俺はまあ教えたではないけど、まあ俺がこういう風に聞いてんだっていうのを知ってほしいんだろうね。そう、純粋に多分そうなんだろうね。いや、だからいいんだよって言いたいんだろうな。だから俺がすごい熱を上げて言いたい曲が一曲あるんだけど、はい。俺はね、人生でもう何にもなくしちゃった男が、はい。とぼとぼ岐路についてるっていう風景から始まるんだよね。はい。俺の中では。でまあ最初は暗くなった住宅街にこうやって駅から帰ってくんだけど、はい。ある時から線路沿いの道に出るんで、その時に線路を見た瞬間に自殺を考え出すんだよな。ここで線路に飛び込んで死んじまったら楽になれるのかもなっていう線路沿いをもうカランコロンと自分の下駄を鳴らして歩いていく音が肉薄していって、その音に飲まれて次の踏切来たら死んでやるって思った時に一軒の赤ちょうちんが見える。その赤ちょうちんはまあ言ったらこう最後の飲み屋みたいな感じ、ここで一杯飲んで死のうかみたいな、そんなような風景がある線路沿いをこう歩いていく。だからその時に何か自分の中で弾けて魂が燃えてくるっていうか、で最終的にその命の、まあ、今一番下がってる状態から何クソと、俺が一番どん底なんだったとしたらそれを俺は食って最高の人生生きてやるっていう決意で終わる曲だね。めちゃくちゃドラマチックじゃないですか。そうちょっとまあこれはねもう俺の人生の一曲だ。あ、本当に涙なくしては本当にそんな一曲をありがとうごいけざいます。ないから。ありがとうございます。いやもう疲れちまったよ人生にっていう感じからいきなりその思いがぐわーって肉薄してくる。自分の頭の中の出来事みたいな感じのになってくるんで、うわーっと。やべえ、たぎりすぎる。泣くわこんなの。マジいい。好きすぎ。終わり方やべえわ。いやーすげえ。この曲かけたらいいな。壮大すぎる。そう。原さん、びっくりしました。こんな曲あるんですね。すごい曲だこイベントの1曲目は俺これを流します。みんなでこっからスタートしましょうと。これなんだキングクリムゾンですか。よかった今日。この曲はもう凄まじい。スターレスって曲なんだけど、まあ星がないっていうことだけど、スターレスね。スターレス。だからサビでスターレスバイブルブラックって言ってんね。バイブルブラック、聖書を塗りつぶしたみたいな暗黒っていう金がないとかどうでもよくなりましたよ本当に。いやだから元気ない時に聞くと、はい、マジで熱くなるよねこれ。つだやんだ。涙なくして聞けねえっつうか。全然元気だ俺。マジですげえ曲だよな。こんな曲書いてみたいよね。いやなるほど。すごい曲だよこれ。いつ頃初めて聞いたんですか。キャベヘジとかアスパラガスのギターローディーやってたクリリンっていう。あ、クリリンさん。おい
クリリンさん。そう、クリリンが教えてくれて、嘘これ好きじゃないやつと友達になれねえって言って、へ言ってて。例えばそのさっきのポリリズムの話ってなんかリズム音でこういう風に楽しむっていう話じゃないですか、でもこの曲に関しては原さんがイメージするストーリーを教えてもらったじゃないですか、だからそこで当てはめて聞いてもすっごいめちゃくちゃ楽しかったです。いや、もうでも俺はそれとしか聞こえないから拳握りしめる感じなんだよね、俺にとっては。俺すごい適任かもな。全然音楽知らないんで全部初見で聴けるんですよ、ああ、そっか。この歴代の名曲たちを。俺よりか、めちゃくちゃ音楽コアに好きな人たちが、と出会って、いやちょっとマジこの曲やばいから聴いてみてよみたいな、そういう場とか作れたら超楽しそうだなって今勝手に思ってました。楽しい。ダメだ、スターレスは俺もはい。う打ちのめされる。いやそんな曲を聴かせてくれてありがとうございます。いやいやいや、キングクリムゾンに行ってくださいただお世話になってるだけなんで。原さんは手の怪我の回復中、私は43歳になりました。ということでイベントはそんな原さんと私と一緒に楽しい時間を過ごしてもらえたら嬉しいと思っております。今日の動画のような内容を皆さんと一緒にできたらいいと思っておりますので、素敵な一日を過ごしましょう。ご視聴最後までありがとうございました。ほいやー。